皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。数式モデリングでは微分値を計算しなければならないことがあります。例えば、方程式の根をニュートン・ラプソン法により求めたり、ネットワークシステムの感度を計算したりするときです。これらの計算値は計算結果の信頼性を高くするため高精度である方が有利です。そこで今回は有限差分法に基づく高精度微分値の計算についてお話しします。現在はいくつかのソフトウェアにおいて記号微分に基づく微分値の計算が可能になっています。本法では与えられた関数の微分式を記号操作により解析的に導きます。そして導出した式へ微分点の数値を代入して微分値を正確に求めます。しかしこれらのソフトウェアは肥大であるため、独自にコンパクトなソフトウェアを開発する場合などでは数値計算により微分値を求めるのが得策であると思います。有限差分式を使用する微分値の計算法は最も基本的な方法です。有限差分式は前の動画第8章8の7で述べたテーラー級数の定時の項による近似が基本となっています。しかし本法では常に計算値の精度に注意を払わなければなりません。なぜならば理論的に考えてこの計算式には精度向上に限界があるからです。もちろん計算条件を適切に設定するならば通常悪くても3桁程度の精度の確保は可能であるので、微分値を単純に計算することが目的であるならば全く問題はありません。一方、微分値を何度も使用しながら複雑な計算を行う場合、最終的な計算値の信頼性に悩むことになります。この問題は、個々の微分値を可能な限り高精度で求めることができれば回避できます。ずっと前の動画で述べたように、複素微分法によれば1回微分の値を丸め誤差程度で計算することができます。しかしこれを使うには C++ のプログラミングに習熟していなければなりません。以下では私が2007年の論文で検討した有限差分法に基づく高精度数値微分を紹介します。この方法の理解には中心差分公式の知識が必要です。詳細は第8章8の4の動画を参照してください。今、目的の微分点 x0 の前後の点において関数 f(x) をテーラー展開すると1式2式のようになります。ここで i は順番を表す素英字であることに注意してください。複素微分法の説明で複素数の虚数単位にも i を使いました。これとは違うので混同しないでください。1式から2式の差を3式で表します。これは4式を与えます。4式を行列で表すと5式のようになります。5式を6式のように変形します。ここで関数値 y1 から yn の値は基値なので、次数 i と刻み幅 h を与えれば i 回微分値を計算することができます。以下では1回微分値の計算のみを考えます。これは7式により求めることができます。例えば n イコール1の時8式となります。また n イコール4の時9式となります。ここで係数 aij には次の表の値を使います。
有限差分法に基づく微分式において微分値の計算誤差を小さくするには h に対して適切な値の選択が重要です。これには微分点での関数値の大きさを考慮する必要があります。そこで次に h の適切な値を簡単に決定する方法を考えましょう。h の値を微分点 x0 における関数値 fx0 の絶対値で割った値 y を10式で表します。h の適切な値を決定するにあたり、まず h を変えて微分値を計算し、その相対誤差を y に対してプロットします。次にこのプロットから相対誤差が最も小さくなるときの y の値 y オプトを求めます。かくして関数値 fx0 の絶対値に y オプトの値を11式のように書ければ、微分値の誤差が最も小さくなる h が求められます。それでは相対誤差と y の関係を調べてみましょう。最初の例は指数関数です。図1に上述の微分式を使い n をさまざまに変えて計算した指数関数の微分値の相対誤差と y の関係を示します。相対誤差は n の大きさにかかわらず y の増加とともに最初は同じ直線上で減少します。そして n が小さいほどこの直線からyが大きい値で離脱し増加し始めます。n イコール1の時の y オプトは10のマイナス5乗付近にあります。この時の相対誤差は10のマイナス12乗程度です。よって n イコール1では微分値は最大で12桁程度の精度となることがわかります。n イコール4の計算線では y オプトは10のマイナス2乗付近にあります。この時の相対誤差は10のマイナス15乗程度です。よって n イコール4では微分値が15桁程度の精度を持つことがわかります。次の例は sinx です。図2に同様に計算した関数 sinx の x イコール 0.3π における微分値の相対誤差と y の関係を示します。前の例と同様に相対誤差は n の大きさにかかわらず y の増加とともに最初は同じ直線上で減少します。そして n が小さいほど相対誤差はこの直線から y が大きい値の時に離脱し増加し始めます。n イコール1の時の y オプトは10のマイナス5乗付近にあります。この時の相対誤差も10のマイナス12乗程度です。よって n イコール1での微分値は最大で12桁程度の精度を持つことになります。n イコール4の計算線では y オプトは10のマイナス2乗付近にあります。この時の相対誤差も10のマイナス15乗程度です。よって n イコール4では微分値が15桁程度の精度を持つことがわかります。以上の計算は有効桁15ないし16桁の倍精度で行いました。この有効桁を考慮すると、上述の図での相対誤差の変化はここに示す図のようにまとめられます。相対誤差を y で表すとき、y の増加に伴う相対誤差の減少は近似的に12式で与えられます。また、各 n に対して相対誤差が最小値を取った後の y と y の関係は13式で与えられます。これらの曲線が交わる点が y オプトです。よって y オプトは14式で与えられます。
本式によれば当該関数に対するイプシロンオプトは n イコール1のとき 3.45×10 のマイナス6乗 n イコール4のとき 1.51×10 のマイナス2乗となります。n イコール4では微分点の両側で合計8個の関数値を計算しなければなりません。したがって何度も微分値の計算が必要な場合、計算時間が気になるかもしれません。この時には n イコール1とすれば良いでしょう。計算精度は低くなりますが、おそらく対応できると思います。ただし、計算結果のチェックを怠らないようにしましょう。本動画で述べた計算法がいつでも全ての関数に対して高精度の微分値を与えると断定することはできません。しかし、私はこれまで n イコール4にすると通常13から15桁、悪くても10桁程度の精度で微分値を求めることができました。実際にこの数値微分法を使い、ネイピア数を正しく計算することができた例を後の動画でお話しします。また、本動画で示した計算結果を得るのに使用した C 言語プログラムについても後の動画で公開します。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画までごきげんよう。